こんにちは。今日もパン作りしてます。今日作ってるのはブルーベリーベーグルです。今日はうまくいくといいな。今一次発酵が終わったところなので5等分くらいに分けていきます。一次発酵で思ったよりも膨らまなかったな。もうとりあえず続けて作っていきます。生地はこんな感じでもちもち生地で、これで5等分に丸めた後にベンチタイム20分ほど取りますって書かれて、私が作ったベーグル失敗集の動画にアドバイスのコメントありがとうございました。めっちゃ助かる。でその後DM でもねベーグル作りのアドバイスを送ってくださる方がいて助かりました。これぐらいでいいかな。でこれをきれいに丸めていきます。ブルーベリーの香りがめっちゃいい香り。今回は冷凍のブルーベリーを入れました。コストコでブルーベリーを見つけて前買ったのが美味しかったから今回も買おうかなって思ったんだけど、ベーグル作りは冷凍のブルーベリーでもできるってことが分かって近所のスーパーで冷凍ブルーベリーを買いました。でしかもそのブルーベリーが 500g 入ってるんですよ。で今回ブルーベリーを 35g この中に入れてるからめっちゃブルーベリーベーグル作れる。ベーグル以外にもブルーベリーのパウンドケーキとかスコーンとか作りたいです。ジャム作りとかもいいですね。ホームベーカリーのおかげでパン作りの難易度がすごく下がりました。私が今使ってるホームベーカリーは私が数年前に母にプレゼントしたものなんですよ。でも母は一時期使ってたんだけどちょっとパン作りも最近はしなくなっちゃったから、私がもし使うなら送るって言って沖縄から送ってくれました。私は今こうやってパン作りにめっちゃハマりだしてるからちょうどよかった。これぐらいでいいかな。これでここから20分間のベンチタイムです。乾燥しないようにラップをしていきましょう。 OK。 ベンチタイムの合間にベーグルについてアドバイスいただいていたコメントを読み上げますね。私もパン作りにハマっておりまして、アイコンになっているくるみパンやベーグルも作ったことがあります。ベーグルパンって難しいですよね。うまくいかない原因ですが、多分成形にあるのかなと思います。混ぜ終えた後の丸めの時になるべく生地を張らせるようにすると膨らみやすくなります。私は逆に張らせようとしすぎて膨らまなかったので、やりすぎには注意ですが、そっか。これ生地丸める時にもうちょっと生地を貼るようにすればよかった。あとブルーベリーのは水分量が多かったのかなと見受けられました。文字だけでは難しくてうまく説明できず申し訳ありません。いえいえ、偉そうなことを言って私もまだまだうまくはないのですが、花子さんのベーグル作りがより良いものになるように祈っております。コメントありがとうございます。また別の方からはベーグル作りですがブルーベリーのものは水分量が多いように感じました。国産小麦は外国産小麦に比べ吸水率が低く少なめの水で作ったりします。ベーグルはむっちり感を重視しているので二次発酵は1時間ではなく冬場はオーブンの発酵機能を35度30分で作ると生地がだれることなく綺麗な焼き面になるかもです。あとはお店のものみたいにするには分割の際に1個ずつグラムを測りグラムを同じにするといいかもしれません。中に入れるフィリングは水分のある柔らかいものよりも硬いものの方が成形しやすいです。ウィンナーとブラックペッパー、チョコなどがおすすめです。ベーグル作りの趣味、花子さんと一緒ですごく嬉しいです。もしこのコメントで気分が悪くされたらすみませんっていう風にコメントいただきました。気分が悪くなるどころか本当に勉強になるコメントありがとうございます。DM でいただいたメッセージについては
ベーグルの生地を伸ばした時に裏返してもう少し大きめに伸ばしてから成形するとうまくいくかもしれませんとのことでした。冬場はオーブンの発酵機能35度30分で書かれてるんだけど、私の家にあるオーブンが一番低くて60度なんですよ。だから60度で 1,2 分まずはオーブンの中を温めて、でオーブンを切って、でその後にこのパンを入れてます。だからもし次オーブン買う機会があれば絶対に35度とか発酵機能がついてるオーブンを選ぼうって決めてます。だからね、またブルーベリーベーグル作るときはちゃんとグラムずつ測って作ろうかな。今回作る時からそうすればよかった。だから水分量の調節もちょっと難しそうですね、ブルーベリーベーグルだと。私が使ってるのが冷凍のブルーベリーだから、冷凍ブルーベリーに含まれている水分も計算しないといけないってなると、やっぱパン作りって難しいですね。でもパン作りとかお菓子作りとかすごい好きなんだけど、ちょっと苦手でもあるから、こういうアドバイスのメッセージを見てそれを参考にして作っていったら私も腕が上がるんじゃないかなと思ってるので、またこういう風にしたらいいよっていうアドバイスがあればどんどん教えていただけたら嬉しいです。あとはこの今使ってるまな板について、まな板はどこのものですかっていうコメントもあったんだけど、これはエピキュリアンのまな板です。でも買ってもらったのが10年以上前なので、全く同じものはもう手に入らないかもしれないけど、絵柄がないのは多分あると思うので、ぜひエピキュリアンのサイトで見てみてください。結構大きめでパン生地とか伸ばしやすくて、あとクッキーを作ったりするのにも使いやすくて重宝してます。ベンチタイムが終わりました。どうかな。綿棒で伸ばしていきます。どうでしょう。生地的にはちょうどいいかな。もうちょっと伸ばして、で裏返してもう一回伸ばしてみよう。前に作ったブルーベリーのベーグルの生地よりは伸ばしやすい気がする。レシピ通りならここにブルーベリーを乗せるんだけど、今回はなしで作ります。もうそのままベーグルの形にします。これを丸めてしっかり閉じ目を作る。ここでしっかりやっておかないとベーグルが崩れちゃうんですよね。でここを伸ばす。で包む。ここもしっかり包まないと外れやすくなっちゃう。今のところいいかも。かわいい子供みたい。よし、この調子であと4個作っていきます。この前私リンゴのシナモンベーグル作ったじゃないですか。見た目はちょっと微妙だったけど味が本当に美味しくて、中に入っているリンゴ自体が美味しかったっていうのもあるんだけど、でそれを弟とおいちゃんに食べてもらったらめっちゃ好評で、でもおいちゃんなんでいくらでも強力粉買ってくるからたくさん作ってほしいって言ってくれました。私たち割と去年はコストコに行った時にベーグルをよく買ってたんだけど、最近もコストコに行った時にお嬢があんなに美味しいベーグル作ってくれるから、コストコのベーグルコーナーでベーグル見向きもしなかったよって言ってて、私のベーグル熱もさらに高まってきました。生地をよく伸ばすのが大事だったのかな。でバレンタインの時に私いちごのレアチーズケーキを作ったんだけど、その時のクリームチーズがちょっとだけ残ってるから、ここにクリームチーズを練り込もうかちょっと迷ったけど、レシピでは練り込んでなかったから、食べる時にこのベーグルにクリームチーズを塗って食べようと思います。
かわいい。なんか今日はうまくいきそうですね。じゃーん、形成し終わりました。でここから25分から30分ほど二次発酵させます。蜂蜜大さじ1ぐらい入れます。片面1分ずつ茹でます。じゃーん、めっちゃ美味しそうにできたんだけど裏が焦げちゃった。この焦げは剥ぎ取って食べます。換気中。